肉体がこうやって生きているように見えるけれども、実は肉体が生きているんじゃなくて、霊要素がね、あって生きている。霊魂がここにあって生きているわけですね。霊魂から発する波でもって生きているわけなんですよね。それを間違えてね、霊魂なんかほっぽろかしちゃって、肉体が生きてると。で、肉体が病気すれば死ぬとかね。で、肉体ばっかり重きを置いてるんですね。ところが、肉体というものは、必要所であってね、これは本拠じゃないから、ね、霊要素の方がなくなってくれば、これはダメになってくるわけですね。すべてがダメになってくる。ね、そこで一番大事なことは何かというと、統一ということです。統一というのはどういうことかと言いますとね、肉体の思いをすべて神様の御心の中に入れることね。自分の本体の、ね、要するに霊要素の本拠の中に入れてしまう。そうしますと、霊要素がね、寝ていると同じようにね、霊要素が入ってくるわけです。常に霊要素が入っていれば、その人間は活力とに満ちてね、活発にね、頭も心もね、要するに活発に動くわけです。で、間違いのない、いわゆる過ちのないような生活ができるわけなんですよね。だから本当は、祈りと統一ね、統一と祈りと同じとすれば、祈りと統一ということが一番大事なんでね、そこから始まらなきゃならない。眠りが大事と同じように、一日毎日、寝なきゃならないと同じように、祈りというものが根底にあって、祈りから始まって祈りに終わる生活が続かなければね、この肉体人間というものは神様の御心が現れるわけにいかないんですよね。それが普通の言うことにしゃ祈りなんてのはわからないね。肉体人間だけだと思う。もう肉体人間だけだと思ったら儚いものですよ。本当にもう50年、80年、この長生きしたからね、80年ぐらいですね。80年ぐらい何をしたか知らない。ね、働いて食べて眠って、働いて食べて眠ってなんだかわからないうちに死んじゃうんでしょ。で、死んでしまってそれまでお暇になったら、なんだかその儚いですね。何してきたんだか。私は何のために生きていたんでございましょう。もう80でございます。何もしてない。ね。それでおしまいだったら、これはこんなんなら、神も持ってくまわらしませんよね、実際。悪いことしてもいいんですからね、こんなの。なぜ人間が悪いことをすると気持ちが悪くて、いいことをすると気持ちがいいか。ね。というとですね、いいことをするということは、やっぱり自分の魂の要素、霊要素が大きくなるわけです。ね。霊体がやっぱり大きくなるね。光が強くなるわけです。で、それを知らないけども、なんかいい気持ちになる。光がとにかく闇のね、世界、こう、真っ暗なところを歩くよりは、明かりがついてるのが気持ちがいいんですね。恋愛中のものは別です。恋愛中かなんかだったらね、寄り添って歩くのにね、暗い方がすごい。私は経験があるかないか知らないけどね。あれはね、もう明るいと困る。もう暗い方へ、暗い方へ。ね。けども、普通の場合は健全、恋愛が健全じゃないというわけないけど、普通の当たり前の精神の場合にはね、熱病に病んでない時には明るい方がいいですよね。なるだけ暗くない明るいところを歩きたい。ね。まあ、こうやっても太陽が照って、こうやって、ね、光があって、ちょっといい気持ちですね。曇っていてね、真っ暗な古い雲がなくなって暗いとね、なんだか気持ちが悪いです。で、それが人間の本性ですからね。だから、明るいことを望むわけです。そこで、明るい、要するに霊要素っていうのは光ですからね、光の要素が多くなることをやるとね、とても気持ちがいいわけです。で、光の、が暗くなるね、闇に覆われるような行いは嫌な気持ちがする。ね。自然にね、自分では何も肉体がこのままね、長く生きる、亡くなっても霊魂があるとかなんとかってこと知らなくても、いいことをすればいい気持ちになるのはそういう意味なんですね。光の要素は善なんですね。まあ普通悪と言われてるのは闇の要素なんですね。暗黒の面の。だから、要するに光の面の善要素ね、いいことをすると、自然に気持ちが安くて光が入ってくるから気持ちがいいと、こういうことになるんですよね。その光は余計蓄えておけば置くほど、こんな肉体を離れた時に、ね、魂が非常にいいところへ行き、活発にね、働きができやすい。要するに、なんて言いますかね、生き生きと生きられる世界に行くわけですね。それで、光の要素が少ない、闇の要素を多くね、魂に持っていると、そうすると、自分がね、非常に悪いところに行くわけなんですよ。それが分かってるんですね。それを判断するのは良心というんですね。良心が判断するわけですね。知らないうちに判断して、これはいいことだ、悪いことだ、こういうふうに思うわけなんですよ。ね、だから、悪いことしてずぶとくね、悪いことしててね、悪いこと何にも思わないで、人を殺してもなんで平気でいるように見える人でも、実は見えているだけでね、旗には内心では非常に苦しむんですね。自分では分かってる。他には分かんないですね。ずぶとくやってるから。いつでも怯えてなんか内心が痛んでる。ね、それはなぜ痛むかって良心が痛むわけね。どんなにないように見えても中にある良心が痛むわけ。それで傷んでる良心っていうものはどういうことになるかというと、亡くなった世界でね、それは大きくね、黒く回ってきて、こう魂がいつもこういじめられていくわけですね。だから亡くなってからうんといじめられます、ね。だから生きているうちに光をうんと蓄えなきゃいけないですよ。光を蓄えるわけね。
光を蓄えるために一番いいことはやっぱり神様の御心に入っちゃうことなのね。神様ってのは大光明ですからね。太陽がいくつも、太陽がありますね。太陽がいくつもあるわけですよ。宇宙にはもう太陽のようなものがたくさんあるわけですよ。その太陽のものをうんと集めたよりも、集めた一番全て集めた無限に集めた光なんだからね、神様っていうのは宇宙神というのはね。その中に入ればね、いい気持ちですよ、自分はね。太陽見ててもいい気持ちなんだから。そういうふうに光の中に入らなきゃならないね。